ちは、イラストレーターのあきです。今日のテーマはアニメのイラストを描いてみようということで、皆さんもご存知の、世代を超えて人気のセーラームーンのイラストを描いてみたいと思います。私も小さい頃からセーラームーンごっこをしていた記憶があり、そんな感じでリアルタイムで子供の頃見ていた人たちは今大人になって私と同じ30代くらいの年齢かなと思うのですが、今回はそういう大人の方も昔好きだったアニメのイラストをちょっとおしゃれに飾れるような感じで描けたらいいなと思います。最初はこちらの茶色のポストカードに描いていきたいと思います。使っていくのはいつものオイルパステルです。そんなにリアルに描きすぎずに、可愛いくらいのちょっと手書き感のあるイラストで描きたいと思います。好みで結構崩しちゃってもいいと思いますし、その人のオリジナリティで結構味とかも出てくると思うので、楽しんで描けたらいいのかなと思います。では始めます。ディズニープリンセスのグッズなどでもそうなんですが、さりげなくそのキャラクターのモチーフをあしらってるくらいが大人の方が飾ったり持ったりするのにはいいのかなと思って、最初はそれぞれのキャラクターのステッキなどのモチーフを描こうと思います。あと人物を描くのが苦手な方でもこういうもののイラストだったらトライしやすいかなと思います。モチーフって何だろうと思った時は、そのキャラクターが着ている服だったり持っているものをイラストにするといいと思います。例えば別のアニメで言うとスラムダンクだったら、そのキャラクターの背番号のユニフォームのイラストを描いてみたり、バスケットボールの絵を描いてみたり、そんな感じです。オイルパステルの先が丸くて細かいところがうまく描けなかったのですが、離れてみたら意外と大丈夫だったりします。こんな感じで完成です。さっきは下書きなしで描いたのですが、オイルパステルを上にのせたら線はほとんど見えなくなるので、こんな感じで薄く下書きしてもいいと思います。残りのキャラクターたちも同じデザインで描いていきます。
今回モチーフのイラストを描いてみて思ったことをまとめてみました。1つ目はそのキャラクターの持ち物や洋服を描いてみるといいと思います。2つ目は使う色をそのキャラクターのテーマカラーで統一することです。今回例えばセーラームーンだと水色とピンクなどそのキャラクターが持っているカラーで一緒に描くお花などの色も統一してみました。3つ目は色をくすませるとさらに大人っぽくなるかなと思います。今回ちょっとできなかったんですけど、テーマカラーをくすませたらより大人っぽい印象になるかなと思います。最後は余白を入れるとおしゃれになりやすいです。紙いっぱいにたくさん描くのも、いいと思うんですけど、余白をあえて入れることでまとまりも出てちょっとおしゃれな印象になりやすいと思います。じゃあ次はいつものこちらの丸いキャンバスに描いていこうと思います。大きさはちょっと大きめで25センチぐらいの大きさです。で、使っていくのはいつものこちらの、アクリル絵の具を使っていきます。で、今回その大人の方でもアニメのイラストをおしゃれに楽しもうっていうテーマで作ってるんですけど、例えばその人物が載ってるアニメのイラストをそのままお部屋に飾ったりとかってちょっと大人の方はしづらいのかなと思ってどういうのがいいかなと思ったんですけど、例えばこういう画家さんの絵をお部屋に飾るのってすごいおしゃれだし全然飾ってもおかしくないというかいいなって思うんですけど、今回そういう感じで画家さん風というか絵画風のタッチでアニメのイラストを描いたらちょっとおしゃれだし面白いかなと思って、ちょっと挑戦してみようと思います。優しい色合いのタッチでよく見たらそのセーラームーンの絵だっていうのが分かる感じで描いていこうと思います。最初は優しい夜空の色を作っていきます。くすんだ緑、ベージュ、白や青を混ぜて作りました。パレットはあえて色を混ぜすぎずにキャンバスの上から下にかけて白やベージュが多くなるようにいろんな方向からポンポン塗っていきます。まっすぐに均等に塗ったら静かで穏やかな空になるし、いろんな方向から塗ったり点描で塗ると柔らかく動きのある空になる気がします。ピンクも混ぜてより暖かい感じになるようにしてみました。次は黄色や黄土色、ベージュなどを使って建物の部分などを塗っていきます。ちょっと古い建物の感じを出したかったので、ところどころ茶色などで傷んだ感じを出してみました。深い紫などで陰影をつけていきます。大体の背景ができてきたので、ついに人物の部分に行こうと思うんですが、今回さりげなくセーラームーンがわかるぐらいの感じにしたいので、後ろ姿にして髪型と洋服でわかるようにしたいと思います。アクリル絵の具は重ねても下に塗った色が出ない特性があるので、下書きをしても下塗りやこういう空などの背景を塗ったら下書きが見えなくなるので、ちょっとドキドキですが、上からそのまま大体の人物の形を描いていきます。
月明かりや光が当たっているところは1回塗って乾かないうちにぼかしています。三日月を描いて建物をアーチっぽく描いてみました。枝などを描いて周りに植物を描いていきます。葉っぱも光が当たってるところに黄色をのせて、それを指でぼかすと月明かりの感じが出る気がします。手すりのところにも影を入れていきます。最後にお花を描いて完成です。こんな感じで今回はセーラームーンの絵をお届けしました。おしゃれに線画にしてみたり、この他にもいろいろ自分の好きなタッチがきっとあると思うので、ぜひ自分だけのお気に入りのアニメのイラストを見つけてみてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。